皆さんこんにちは。日本語教師の静香です。多分この動画が2025年一番最初の動画になると思うので、今日はここで皆さんに新年の挨拶をしたいと思います。皆さん新年明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いします。OK じゃあ早速なんですけど、今日新年最初のテーマは日本語の日本語っぽい話し方です。私は今まで、4年くらいかな4年くらい日本語をいろいろな国の人に教えてきました。その中で日本人はあんまりこういう話し方しないなとか、ここをもう少し直したらもっと日本語っぽくなるのにもったいないなと思うことがたくさんあったんですね。なので今日はそういったことを5つ、ピックアップしたので、皆さんもちょっと私の話を聞きながら自分がこの5つの話し方をしてしまっていないかちょっと考えてみてください。N 語の人でも文法は簡単でもちょっと気をつけたら本当に日本語っぽく、日本語ネイティブの日本語っぽく聞こえます。日本語っぽくなりますから、よければぜひ最後まで見ていってくれると嬉しいです。日本語スタジオ。まず1、主語は使わない。ベベン。私ですね。あなた、私。英語のサブジェクトを言わない方が日本語っぽく聞こえます。例えばなんですけど、私は、学生さんと話すときにレッスンの最初、アイスブレイクで英語のスモールトークかなで、例えば昨日何をしましたかとかね、週末どこへ行きましたかとか、そういう話をもちろんするんですね。多分皆さんも日本語の先生と話している時絶対聞かれたことがあると思います。それでその時に私がトムさん昨日何をしましたかと言ったら、私は昨日友達と公園に行きました。完璧。トムさん完璧。じゃあ次私もう一回質問します。へえ、そうですか。トムさんはよく公園に行きますか？はい、私はよく公園に行きます。私は公園が好きです。そうですか。こんな感じ。トムさん完璧なんです。全然ミスはないんですが、毎回私はで話を始めると、英語をもしくはどこか外国語を翻訳した日本語みたいに聞こえるんですよね。例えば、私は去年日本に行きました。私は日本で、富士山を見ました。私は富士山が大好きです。私は、富士山の近くで寿司を食べました。私は、寿司を食べた後、新幹線で東京へ行きました。私は東京でたくさん買い物をしました。私はアニメのグッズを買いました。私は呪術廻戦が好きですから、私は呪術廻戦のフィギュアを買いました。どうですか？文法はおかしくない。全然変じゃないんだけど、ちょっと一回私はで話を始めたら、普通はもうこのトピックは私の話、だってみんなわかるんですよ。だから私は去年ハワイに行きました。ハワイで
友達に会って一緒にロコモコを食べました。ロコモコは好きなんですが、ハワイのロコモコを初めて食べたので、少し日本のロコモコと違って驚きました。でもとても美味しかったです。また行きたいです。どう？ハワイでロコモコを食べたのは誰ですか？私です。ハワイのロコモコが日本と違って驚いたのは誰ですか？私です。ハワイにまた行きたいのは誰ですか？私です。でも私はって何回もリピートしてないですよね。それでいいんですよ。でもしその会話の中で誰の話かわからなくなった時は絶対にみんな聞きます。ちょっと待って、それ誰の話ですか？誰がまた行きたいの？誰がロコモコ食べたの？絶対に会話の中で誰がしたアクションかわからなくなったら途中で質問が来るから、その時にごめん私の話、私がまたロコモコ食べたいんだよね、それでいいです。だから基本的には私はを繰り返す必要はないです。繰り返さないでください。その方がずっと日本語っぽく聞こえます。 OK。 はい、じゃあ次に行きます。2つ目は話し方のトーンを合わせることです。つまり、どういうことかっていうと、ちょっと聞いてみてください。皆さんはじめまして。私の名前は静香です。私は大阪で生まれて大阪で育った。好きな食べ物は寿司と焼肉と餃子だ。私の趣味は写真を撮ることと、カフェに行くことです。私は弟と妹がいます。弟は会社員だ。妹は高校生です。それから私は休みの日はいつも友達と会って美味しいご飯を食べたり映画を見たり、暇な時は掃除をしたりしている。皆さんよろしくお願いします。どうですか？時々丁寧になるし、時々カジュアルになるし、私が言いたい一つの中にカジュアルな文と丁寧な文がぐちゃぐちゃになって入っていて、ちょっとアンマッチですよね。例えば、すいません、この T シャツの L サイズありますか？M サイズを着たんですけどちょっと小さくって L があったら L が欲しいんですよね。L 今ないんですか？わかりました。デザインはすごく好きなんですけどやっぱりサイズが合わないのでまたちょっと考えます。ありがとうございます。これ全部フォーマル。じゃあもし私がすいませんお店の人、これの L サイズある？いや M を着たんですけどちょっと小さいです。 L サイズが欲しい。L サイズないですか？私これデザインはすごく好きだ。でも M サイズは小さすぎると思う。ちょっと考えます。どうも。どっちが日本語上手ですか？もちろん最初の人の方が上手ですよね。だから自己紹介の時も今の T シャツのサイズの時もそうなんですけど、話のトーンを丁寧にするかカジュアルにするか最初に決めて、もうどちらかで話してください。日本語書く時ももちろんそうです。急にフレンドリーにならないでください。はい、多分皆さんわからないとかそういう言葉をアニメでよく聞くんだと思うんですけど、そこだけすごく上手に言えるんですよ。だから自分がその学生が理解できないことがあった時にわからないっ
とか言うんですけどそれも正直あんまり言わない方がいいと思います。会話だから、先生がもし皆さんに何か難しいことを言ってもわからないじゃなくて、すみません、わかりませんか、先生わかりません、そういう言い方の方がいいかなと思います。ちょっとわからないって急に言われたら、急に急にね、5歳ぐらいの人と話してる感じになっちゃうのであのやっぱり話す時のトーンをマッチさせるのはすごく大切です。あと時々聞くのが違うとかね。トムさん、週末何をしましたか？週末は友達と一緒に映画を見ました。へえ、そうなんですね。モアナですか？違う。ライオンキングです。こんな感じ違います。ライオンキングです。そっちの方がやっぱりちょっと印象はいいと思います。だから耳に慣れた言葉は簡単に口から出てくるのでどうしても言ってしまうんですが、丁寧に話すときは分かりません、違います、ね、友達と話すときは違う違う、ライオンキングだよ、いいんだけど、そう先生と話してるときはみんな普通はですます丁寧に話してると思うので、そこだけちょっと気をつけてみてください。3つ目はエッセイみたいに話さないです。つまり時々いるんですけど、ちょっとトムさんに話してみますね。トムさん、先週の週末は何をしましたか？週末は絵を描いた。そうなんですね。トムさんは絵を描くのが上手なんですか？上手じゃないですが、絵を描くのが好きだ。そうですか。じゃあ、トムさん、今度絵を見せてください。いいよ。私は花が好きだ。部屋に花があると部屋が明るくなるし、私の気分も明るくなる。先週、花屋に花を買いに行った。そこで友達の田中さんに会った。田中さんも花を買いに来たと言っていた。私たちは同じチューリップの花を買って、その後カフェで少し話してから田中さんと別れて家に帰った。家に帰ったらチューリップの花が一本なくなっていた。さあ今ちょっと考えたんだけど、どうですか？これ言葉のトーンは全部マッチしてるよね。普通体なんだけど、ちょっとエッセイっぽいんですよ。だから人に聞かせる、話す時の日本語じゃない。そうなので、そうですね、もしみんなにこの話を聞かせるんだったら、ね、ちょっと聞いて、私花が好きなんだよね。花があるだけで部屋の中が明るくなるし、なんか気分も明るくなるじゃん。でこの前ね、先週かな、花屋に花買いに行ったんだけど、そこで田中さんに会ったの。で田中さんと一緒に花選んで同じ花買って、で一緒にカフェに行っていろいろ話して、で家帰ってね、花瓶に花入れようと思ったら、なんか買った花一本なかったんだよね。どうですか？全然違うよね。ストーリーは同じなんだよ。私は花が好き。どうして明るくなる。で、先週花屋に行って、田中さんと花を買って家に帰った。チューリップ花が一本なかった。そのストーリーラインは同じなんだけど、全然違うでしょ。だから、そのエッセイを書くんだったら最初の言い方でいいんですけど、もし皆さんがそのストーリーを誰かに聞かせたいんだったら、あんまり私は何々した、何々だっていう終わり方、話し方はしない方がいいと思う。ちょっと
人と話してる感じがしないそうなので私花が好きなんです。花があったら部屋の中が明るくなるし気分も明るくなりますよねとか、そんな感じでねとかんですを入れて聞いてくださいという気持ちを出すことはすごく大切だと思います。はい、じゃあ次4つ目。オッケーオッケー。これは結構大切。母国語を訳さないことです。つまり母国語は皆さんのネイティブの言葉、多分難しいな、多分韓国人だったら韓国語、スペイン人だったらスペイン語、いろいろあると思うけど、はい、その、皆さんの母国語で考えてそれを日本語に翻訳しちゃうともう日本語じゃない。それは日本語っぽくならない。わかるよね、言いたいこと。これはちょっとその話し方というよりもう文法とかテクニックの問題かもしれませんが、でも例えばなんだけど、私は英語を勉強しているので英語の話をします。ちょっと英語あまりわからない人はごめんなさい。で例えばなんだけど、英語の only っていろいろな使い方があると思うんですが、英語で only っていうところは日本語では only って言わないことがあるんですよ。そうなので例えばね、学生とオンラインのレッスンで話すときにこんにちは何々さん、あれ今起きたところですかと私が質問したら、はい30分前だけ起きましたって言うんですよ。でそれは日本語の使い方じゃない日本語でそんな言い方はしない。でそういう時のオンリーのイメージっていうか、そういう時のオンリーは日本語ではほんの30分前に起きましたと言います。だから全部英語のオンリーが使えるわけじゃないので、そこは、勉強しないといけないんだけど母国語で考えない方がいいですね。はい、それからもう一個オンリーだったら、例えば、妹は12歳です。でも母より背が高いですと言いたいとき。で、この12歳を強くしたいとき。So she's only 12, but she's already taller than my mom. そんな感じ。でも、日本語でその she's only 12で考えたら my sister is only 12, but she's already taller than my mom. それをこう母国語で考えて OK, only はだけって思ったら、妹は12歳だけですが母より背が高いです、って言っちゃうんだけど、それは本当に日本の人はどういうこと、言いたいことわかるけど12歳だけって感じそんな言い方はない。はい、だからそこは私の妹はまだ15歳ですが母より背が高いですという言い方になります。まだ15歳。はい、なのでこれはね、私が英語勉強するときに最初じゃないけど英語勉強するときにやったミスなんですけど、私は日本語で she's only 12、ごめん she's only 違う日本語で私の妹はまだ15歳なのに母より背が高いって思ったから、まだだって思ったから she's still 12って言ったんですよ。でもそしたら英語の先生に違う still 12じゃなくて only 12だよって教えてもらいました。そうだからもちろん日本人が英語を考えるときにそういうミスがあるんだけど、それと同じで皆さんも自分の国の言葉でまず文章を作ってそれを日本語にするとちょっと変なことになるから、それはあまりしない方がいいと思います。なので
ちょっとでも気になったら、一回ネットで調べてみたり先生に聞いたりする方がいいね。最後かな、5つ目、最後はね、アクセントは正直気にしなくていいです。特にビギナーの人、アクセントは気にしなくていいんですけど、拍に注意してください。皆さんこれ聞き取れますか？聞いて全部違いが分かりますか？聞いてみてね。来てください、聞いてください、切ってください。もう一回言います。来てください、聞いてください、切ってください。 OK これ手形のください、とっても簡単。昔々勉強しましたね。はい。来てください、聞いてください、切ってください。これ全部違いますよ。来ます、来てください。聞きます、聞いてください。切ります、切ってください。全部違うんですけど、この違いを気をつけて話せない人が結構多いと思います。ね、こんなエピソードで一個面白いのがあって、私がポーランドで仕事を始めた時に、スタッフはみんなポーランドの人だったんですよ。だから、私たちは基本英語でそのスタッフと話をしてたんだけど、先生の一人に、これ、本当の話なんですけど、先生の一人に大場先生という人がいて、ね、大場さん、おが2つあるんですね。最初私仕事を始める時にポーランド人のスタッフに、この学校に先生は何人いるんですかと聞いたんですね。そしたらそのスタッフの人が、田中さん、山田さん、佐藤さん、おばさんって言ったんですよ。で、私、田中さん、山田さん、佐藤さんは普通なのに、おばさんだけおばさんとおばさん、おばさんっていうあだ名の人がいるのかと思って、ちょっと笑っちゃっておばさんみたいなで、そういうおばさんというあだ名の先生がいるんだと思ったんですよね。で、その後からその大場先生に会って、はじめまして、大場です。おばさんじゃなくて大場さんかってその時初めて分かったんですよ。だからおばさんとおばさんって全然違うから、本当に大変なことになるかもしれないので、そういうのちょっと皆さん気をつけてください。はい。なのでアクセントはあんまりね気にしなくてもいいと思う。その長い音は長くで、その小さい「つ」は小さい「つ」でちゃんと話すこと。マッチとマッチとかチーズとチズよく聞くでしょ。だからそこを間違えると時々本当に大変なことになるので、それは注意して少しゆっくり話した方がいいと思います。はい、そんな感じ。これで5つかな。いろいろ言ったんですけど、結局そんなに気にしなくていいですそれは文法のミスもちょっと変な言い方も、それはみんなの個性だと私は思うから、この文法大丈夫かなとか、私失礼じゃないかなとか、これってめっちゃアメリカの日本語かなとかそんな風に考えたら多分もう日本語話せなくなっちゃうので、そんなにいろいろ考えないでたくさん話してで上手になってください。皆さんが例えば皆さんが富士山はとても綺麗と思いますと言ったら、日本語教師の私は綺麗だと思いますと言いますけど、日本人の友達の私は、いいね富士山、私も行きたい、それだけそれが日本の人に伝われば問題ないので。でも
もちろん日本語がもっと上手になりたいっていう人はこんな感じでちょっと私が今言ったこと5つ少し意識しながら考えながら話してもらったらもっと上手になると思います。はい、それでは皆さん今年も日本語の勉強頑張ってください。何かわからないことがあったらいつでもコメントに書いてください。それでは今日はここら辺で終わりにしましょう。ありがとうございました。またね。